皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。私はふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは、日本の人は夏の暑さをどう乗り切るのかです。今、本当に暑いです。外でセミが今一瞬鳴いてない気がするんですけど、ずっとセミが朝から鳴いています。もうセミの声がすると、夏だって思うんですけど、梅雨が明けた後、もう急に気温が上がりました。で、40度を超えた日も何日かあります。で、先週とかもほぼ毎日38度ぐらいは行っていました。で、夜も、夜、25度以上の夜を熱帯夜って言います。熱帯夜っていうのは、熱帯っていうのが、トロピカルな地域ですね。赤道に近いところ、あそこ熱帯って言うんですけど、熱帯に、あと漢字の夜で熱帯夜って言います。25度より暑い夜のことをそう呼ぶんですね。で、もう夜はほぼ熱帯夜です。毎日。だから、エアコンもつけっぱなしで寝ています。で、そしたらですね、先週、2日ぐらい、もう本当にやる気が起きなくて、もうだるくって、何もしたくないみたいな、そういう日が2日続いたんですね。で、その時に、これは夏バテかって思ったんです。夏バテのバテっていうのは、バテるという言葉から来ています。カタカナですね。で、バテるはですね、例えばマラソンをして、すぐにバテちゃったっていうような時に使います。それは、すぐ疲れてもう走れないみたいな、もうダメってなっちゃったのがバテちゃうです。バテるです。で、夏バテは夏の暑さによってそういう状態になってしまうことです。だから、私、本当にもうやる気が起きなくて何もしたくないって時に、これ夏バテじゃんって思ったんですね。それで、今度のポッドキャストで話そうと思いました。ということで、今日は、夏バテ対策に何をしているかっていう話と、その前になぜこんなに日本の夏が厳しいのか、なんで夏バテするのかというお話をしたいと思います。面白いと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。はい。で、まず最初に日本の夏がどうしてこんなきついのかという話をしたいと思います。で、日本に観光に来るのに、夏を避けるという人多いと思います。すごく暑いって、知ってるからだと思います。では、なぜ夏大変なのかっていうと、まず、湿度が高いですね。気温が高いのはまだ我慢できるんですけど、湿度が高いと、かなり我慢するのがきつくなってきます。で、湿度が高いとベタベタして気持ち悪くって、ほんと一日外行って帰ってくると、もうダメですね。っていう湿度の高さがまずあります。そう、だからエアコンつけたくなるのは、やっぱ湿度が高いからですよね。湿度が高くなければ、もしかしたら扇風機でも、なんとかなるのかもしれません。で、あと、夏、大変って体が感じる理由が、外と中の気温差が激しいというところです。暑いからエアコンをつけます。で、そうすると、外と中が10度以上の差になったりします。
外が35度あって、中が25度とか、もっと低かったりしますんで、その温度の差が激しくて体が疲れるということがあります。自分では気づいてないんですよ。すごい暑いところから中入ってきて、はあ、生き返ったって自分では気持ちいいって思うんですけど、体はすごく疲れるらしいです。で、一応ちょっとネットで調べると、夏は外の気温に対してその温度の差が5度から7度ぐらい、それぐらいだと体に負担がかからないそうです。でも、外がね、40度ぐらいの時に家の中を35度にしておくって、まあ基本ありえないですね。エアコンつけてる意味ないじゃんと思って、基本だいたい20何度だろう。私は25度とか、でもこの部屋は24度にしたりします。寝るときはもうちょっと高くするんですけど。で、観光庁って言って、例えば、政府の建物とか、あと、市の建物とか、そういうのは、28度を目安にっていう風に前なってました。最近はすごく暑いので、もっと下げているようです。ただ、息子に聞いたら、息子今高校1年生なんですけど、エアコンの設定温度は28度と言っていました。すごく暑いそうです。で、しかも、自分で勝手につけちゃいけないそうなんです。事務室かどっかに電話して、電話があるみたいなんですね、教室に。で、その教室の温度が何度以上だから、28度だとつけていいのかな。ちょっと何度だとつけていいのか忘れたんですけど、何度以上だからつけたいですってなんか言って、それでつけるらしいです。中学の時は暑かったら、ピッて勝手に生徒がつけても全然 OK だったそうなんです。で、高校に入ったら、そうやって厳しくなって、めんどくさいって言ってました。まあ、高校も今夏休みに入りました。先週の金曜日から息子の高校は夏休みでした。夏休みになったんですが、今日はですね、補習みたいな感じで学校に行っています。補習っていうか、なんだろうな、夏休みなのに全員行かなきゃいけないのがあるんですね。勉強をしに。だから夏休みなのに夏休みじゃないような感じです。なんで普通にお弁当を持って学校に行きました。で、午前中そういう補習かなんかをして、で、午後は部活だと言っていました。で、5時に帰ってくるって言ってたので、夏休みと言ってもなんか結構大変だなって思いました。まあ、それでも、この歩行だか補習だか、これが3日間あって、その後、お金を払って希望者だけが、なんか英語か何かの授業を予備校の先生に受けるっていうのが5日間あって、それで、本当の夏休みになります。予備校っていうのは、塾みたいなものなんですけど、大学受験のための大きい塾をよく予備校って呼びます。で、予備校の先生がなんかね、高校に来て、教えてくれるそうなんです。いくらだったかな、そんな高くないんですけど、多分その学校の割引金額になってるから、お金を払って、受けるものもやります。で、ただ部活はほぼ毎日のようにあるので大変なんですけど、ただ息子の今入ってる部活は厳しくないので、いくらでもサボれる休めると言ってました。サボるって皆さんご存知ですか？サボるはですね、サボタージュという言葉から来てるんですけど、元々の意味とはちょっと日本語になると変わって、サボタージュは確かその労働環境を良くするために
労働者が自分たちのその立場のために戦うためにわざと仕事の効率を落としたりするのが、サボタージュ。で、日本語にそれが入ってきまして、サボるという動詞になりました。で、これはもう話し言葉で使うものです。で、サボるというのは、さっきも言ったように意味が変わって、本当はしなきゃいけないことをしないということです。正当な理由もなく。なので、例えば、病気になったから部活を休むのはサボるではありません。でも、何も用事がないのに、ただ自分が行きたくないっていう理由だけで、もう暑いから今日は嫌だなって行かないのはサボるとなります。そう。で、息子が言うには、その部活は甘いから、サボっても大丈夫って言ってました。はい。そう。で、ただ本当に体育館でやるそうなんですけど、体育館エアコンがないそうなんですね。多分すごく暑いと思います。ちなみに私、キックボクシングをこの1月から始めて、未だにちゃんと続けてるんですけど、そこもエアコンがないんですよ。で、今日行くんです、この後。今日はね、35度最高気温が。だからまだいいかなとは思うんですけど、ね、40度とかある日結構きついんじゃないかなと思います。熱中症にならないようにしないといけませんね。はい。そう。で、話がそれましたが、日本と夏がきつい理由は、さっき言ったように、湿度が高いのと、その中と外の気温差が激しいということでした。だから、体が知らないうちにすごく疲れるということです。では、ここからはそういう体が疲れて夏バテになった時の対策というか、夏バテにならないようにどういうことを一般的にするかというお話をしたいと思います。まず一つ目、まず塩分を取るですね。当たり前ですけど、塩っ気大事ですよね。で、日本の場合よくね、この季節は梅干しを食べる人が多いです。梅干しは、今ここにないんですけど、持ってくればよかった。熟した梅を18% ぐらいの塩につけます。そうすると、梅から、汁が出るんですね。水分が。で、あとそこに赤い色をつけるために、赤じその葉っぱを入れます。とか、そんな感じで作るものなんです。まさに今の時期作るものです。で、赤くってしょっぱいんですね。なんたって18% の塩だから。でも、その分、元気になるんですね。それを食べると。酸っぱくてしょっぱいから。で、あと、殺菌作用といって、菌、腐るもの、ものを腐らせるものは菌ですね。菌が増えるのを抑える作用があります。なので、お弁当によく梅干しを入れる人が多いです。で、あと、梅干しだけじゃなくて、いろんな場所で熱中症対策の飴とか、あと飲み物が売ってます。なので、みんな結構そういうのを、持っていたりします。はい。で、それから夏バテの対策としては、夜ちゃんと寝るということですね。これ、寝不足になるともう、てきめんに調子悪くなります。暑くって。なので、夜、ちゃんと布団に入って寝るようにします。で、あと、やっぱりエアコンつけないと寝れない夜が最近続いているので、エアコンをつけて寝ます。あと、テレビとかでもよく、もうエアコンをつけたまま寝ましょうみたいなことも言ってます。そう。で、あと、テレビだけじゃなくて、この地域も、放送が入るんですね。家のそばにスピーカーがあって、いろんなところにスピーカーがあって、どの家からもなんか放送が入ったら聞こえるようになってるんですけど、だいたい朝の9時に、その日気温が、
35度を超えるときは、熱中症、35度かな、もっと上かもしれないんですけど、その熱中症アラートが出ていますから、気をつけてくださいみたいな放送が入ります。そう、だから夜、気をつけないと寝てる間に熱中症になるらしいですね。だから最近は本当エアコンをつけたまま寝ましょうって、よく言われています。で、あとですね、大事なのが、1日5分でもいいから、外に出るということです。で、暑いから外に出なくなっちゃうんですね。で、私まさにそんな状態でした。そう、先週、調子がめっちゃ悪くなった時、もう外に行きたくない。外に窓を開けて、窓というか玄関開けて、外の空気を浴びただけでもうわーってくるんで、もう外出ないって感じで出てなかったんですね。で、やっぱりそういうのが悪かったんだと思います。そう。それで、息子がですね、つい最近、数日前に、だいぶ暑さに慣れてきたって言ったんですね。で、息子はよく昼間散歩に行くんです。学校のない日に。それも一番暑い1時とか2時とか、それぐらいの時間帯に散歩に行くんですね。だから私、なんでわざわざそんな暑い時間に行くんだろうって思ってたんです。で、私は、よく朝散歩に行ってたんですけど、あの、最近はもう朝26度とかあるんですね。もう朝6時とかで。だからもう暑くって行けないって思い込んでたんです。ただ息子はわざわざ暑い時間に行って体を暑さに慣らしてたって言ったんですね。で、今慣れたから結構平気になったよって言ってたんです。で、この子すごいと思いまして、私ね、そういう考え方をしてなかったんですね。それで、この前、本当に一番暑い時間に30分外を歩いてきました。でもちろん、熱中症になったら嫌なので、帽子をかぶって、あと、アームカバー、腕にカバーがあるんですね。そういうのをして、で、もちろん日傘をさして、あと、飲み物を持っていきました。しかも水だと、ちょっと塩分と糖分が足りないので、塩分と糖分っていうか、電解質ですか、足りないので、そういうのが入っている飲み物を持って、歩いてきました。さすがにそんな時間に散歩してるような人は、私以外にいなかったんですけど、まあ普通に移動中の人とかね、いました。が、なんか帰ってきたら、めっちゃ元気になってたんです。行く前は、ちょっとめんどくさいなってのがあったけど、試してみようと思ったんですね。その時多分37度ぐらいはあったと思います。で、そう、試してみようっていう気持ちがあったので、まあ、やる気はあったんですけど、帰ってきたら、なんかもっと元気になってて、よし、この暑さを耐え抜いた、みたいな。私はいける、みたいな、すごく前向きな気持ちになっていました。なので、あの、あえて暑い時間にちゃんと対策して、体を慣らすために外に行くっていうのも大事だなと思いました。で、もしかしたらこれは一番暑い時間じゃなくてもいいとは思います。でも暑いから行かないではなくて、暑いけど、その暑さに体を慣らすために行くという、そういう前向きな気持ちで、暑い中散歩に行くって大事だなと思いました。はい。で、あとですね、そう、さっき言ったように、今言ったように、外を歩くときは、日傘とか帽子ですね。それがやっぱ大事です。で、日傘を差してる人いっぱいいます。日傘は、雨が降ってない時に差す傘ですね。自分に日陰を作るために差す傘です。で、最近はですね、男性も日傘を差してる人を時々見ます。そう、日傘は女性のものというイメージがあったんですね。日傘を差すのは女っぽいみたいな。
ただ、もうこの暑さなので、刺してる男性もいますし、特に若い人の方が刺すかもしれない。本当に若い人は気にしない。暑くても結構平気で若いから元気で歩いてますけど、20代後半ぐらいの人とかなんか男の人でも刺してるイメージがあります。そう。だから、帽子か日傘は必需品ですね。必需品っていうのは必ず必要なものです。で、あと、飲み物を持っていかないといけませんね。外に行くときは。結構日本の場合、いろんな場所に自動販売機、自販機があるんで、いいんですけど、自分で持って行った方が一番いいと思います。そう、それから、あと、湯船に浸かるというのが大事です。この前のお風呂についてのお話の時言ったんですけど、湯船っていうのが、浴槽のことですね。お湯を溜める入れ物。で、そこにお湯を張って、その中に入ることを湯船に浸かると言います。で、実は、そう、前回の動画で言い忘れたんですけど、お風呂の動画で、お風呂に入るっていうのは、広い意味で、シャワーを浴びるも入ってくるんですね。お風呂の時にその風呂キャンっていう言葉を説明したんですけど、風呂キャンというとシャワーも浴びない人のことになります。シャワーを浴びる人は風呂キャンじゃないんですね。風呂キャンが何か知りたいという人はぜひこのお風呂の動画見てみてください。面白いですよ。そう、だからお風呂に入るっていうのは、シャワーを浴びるっていう意味で使ってることもあるんです。その言葉を。でも、なので、ちゃんとお湯を溜めて入るっていうのを、はっきり言いたいときには、湯船に浸かるという言い方をします。で、テレビとかでも、夏バテ対策として、湯船に浸かりましょうってよく言っています。それはですね、やっぱ冷房で、クーラーで、体が冷えるからなんですね。しかも、知らないうちに冷えてるんです。だから、夏でも湯船に浸かるというのが大事です。ただこれは毎日浸かる必要もなくて、私の感覚だと多分3日に1回とか4日に1回ぐらい使ってちょっとリセットする。温める。そんな感じでいいのかなと思います。そう、お風呂の話をした後、もう本当に暑くって、もうずっと私シャワーだったんです。それでまたその夏バテになったので、昨日もお風呂に入りました。だから、ちょっと冷えたなと思ったらお風呂に入るようにしています。次、体を温めるものを食べるのも大事です。体を温めるものというか、元気が出るものを食べるのが大事です。暑いので、アイスを食べるとか、あと、毎日そうめん食べるとか、結構やってしまいがちなんです。そうめんは皆さんご存知ですかね。うどんのすっごく細くなったようなものです。1ミリぐらいの細さかなと思うんですけど、細いから、1、2分で茹で上がって、で、あとちょっと冷やして、つゆにつけて、つるつるって食べるものなんですね。だからすごく料理も楽、準備も楽だし、食べるのも楽。で、暑くって濃いもの食べたくないって時にも、冷たくてさっぱりしてるからつるつるって食べれるんです。ただ、やっぱり栄養としては足りないんですよね。ちゃんと肉を食べるとか、野菜というか肉ですね。タンパク質をちゃんと取ったり、鉄分とかね、ビタミンを取っていかないといけません。そういうのが、そうめんばっかり食べていると足りなくなります。それでやっぱり、疲れたってなっちゃうので、ちゃんとしたものを食べるのが大事です。で、夏の食べ物といえば、有名なのがうなぎです。うなぎは長い魚で、
かば焼きにして食べます。こう、切ってですね、開いて、で、焼いて、甘いタレをつけて食べます。で、お店ではもう開いて焼いて、タレのついた状態で売っています。なので、家ではそれを温めて、温かいご飯の上に乗せて食べるだけなんですけど、ちょっと前まで、今もかな、スーパーには、土用の丑の日、だから、うなぎを食べましょうみたいな感じでうなぎがたくさん売っていました。ちょっと土用の丑の日について説明します。これはね、もう夏になると、もう、土用の丑の日だからうなぎ食べたいなって思わされるものなんですね。で、まず土用の土用が何かというと、これはですね、土曜日の土用ではありません。土は、土曜の土と一緒なんですけど、土曜日の土と一緒なんですけど、用がですね、用事の用、用いるっていう字ですね、になります。で、土用っていうのが何かっていうと、季節の変わり目が年に4回あります。まず立春、春になる日。それから立夏、夏になる日ですね。で、立秋、秋になる日。それから立冬、冬になる日ですね。その日の、その前の18日間を土用と言います。なので、年に4回あるんです。で、ただですね、この夏の土用の丑の日。はい。じゃあこの丑の日は何かっていうと、この1本前の動画で、性格についてお話ししたんですね。干支による性格の、ステレオタイプみたいなお話をしました。で、その時に、その十二支について話したんですけど、十二支は12の動物が毎年回ってくるっていうものですね。もともと中国から来たものです。で、実はその12の動物って昔いろんなところに使われていました。方角を表すのにも使われていました。東西南北ですね。で、その間は何とかあったんです。それから時間を表すのにも使われました。で、それから実は毎日それも回ってるんですね。今日は虎の日です。今日は虎の日。そんな感じで毎日動物が回ってます。ただ、基本的に今日が何の日とかはあんまり知らないですね。そういうのが書いてあるカレンダーを使ってる人はわかると思うんですけど、普通の人は今年が何の年かは気にしても、今日が何の日っていうのは気にしないです。はい。なんですけど、一応12日で一周する感じで動物が回ってます。で、その土曜が、さっき18日間あるって言ったんですけど、その中で牛の日が来るんですよね。それが土曜の牛の日です。なので、年によっては2回、来ることもあります。今年は1回しかなくて、7月26日が土曜の牛の日でした。それで私本当にうなぎと思ってて、うなぎってちょっと高いんですよね。で、なんか3割引きだか4割引きだったかの日に私は買って冷凍しておいたんです、そのうなぎを。で、7月26日の土曜の牛の日になったら食べようと思ってワクワクしてたんです。でも先週、あんまりにバテてしまった時、もうこれうなぎ食べた方がいいんじゃないかなと思って、土曜の牛の日よりは早かったけど、うなぎを食べました。で、そしたら、ちょっと私、料理方法がまずかったのか、なんかね、思ったほど美味しくなかったんですよ。残念なことに。ただ、なんかね、元気が出た気がしました。多分、味が濃いし、栄養価も高い。だからだと思います。それでもう先にうなぎを食べちゃったもんだから、先日、私、また土曜の牛の日の前の金曜日だったかな。土曜の牛の日が日曜日だったんですよ。で、
その前の金曜日の日に、またちょっと急にうなぎが食べたくなって、で、ちょっとうなぎ屋さんに行こうと思ったんです。うなぎ屋さんのうなぎが食べたいと思ったんです。で、ちょっと予約取れるかなと思って電話して、4件電話したんですけど、全部満員で、予約が取れませんでした。なので、多分みんな土曜の丑の日が近づいてるから、みんなうなぎが食べたくなったんかなって思いました。もうね、いろんなところでそういう宣伝をするんですよ。スーパーに行ってもしてるし、コンビニでも土曜の丑の日とか、言ってるからね、もうみんなね、食べたくなっちゃうんですよ。土曜の丑の日にうなぎを。だからその前後もね、もちろん食べたくなっちゃうんですよね。ということで、日本では、夏、うなぎを食べる日があります。それが、土曜の丑の日です。だけどもちろん、それ以外にも食べたりします。まあ高いんでね、そんな簡単には食べられないんですけど。あと、家周りの対策としては、よく、すだれをかけたりすることが多いです。すだれっていうのは、なんだろうな、あれ植物でできてるんですけど、ちょっと見える人のために後で写真を出しますね。日陰を作るものです。だからすだれじゃなくて、シートとかを買ってくることもありますが、そういうので窓の外側から熱い光が直接部屋に当たらないように、そういうのを置いたりもします。はい。だいたいそんなものかなと思います。もし言い忘れてたことがあったら、どっかで話したいと思います。皆さんの住んでいるところは今、夏ですか？冬ですか？皆さんは暑い時にどんな対策をするのか、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。コメントに書いてください。あと、このチャンネルではメンバーシップも、やっています。入ってくださっている皆さん、ありがとうございます。入っていない皆さんも、もしよかったらぜひ入ってみてください。上の方のプランに入っていただくと、週に1回特別なエピソードが余分に聞けます。で、あと、発音を良くしたいという方がいたら、ぜひ私の、サブスクコースに入ってください。これも上の方のプランに入ってもらえると、皆さんの声を私が聞いて、そしてそれぞれ一人一人にフィードバックします。だからフィードバックが欲しいなという人は、試しに1ヶ月でも大丈夫なので、ぜひ入ってみてください。はい、では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。